きですか嫌いですか？あんまり好きやない。どの科目が好き？国語。部活は今何やってるの？このヒストグラムと相対とすけど、そもそもこれなんでこんなことをわかる？わかりやすかったです。何を？たくさんのデータをね、全体像をつかもうと。まずね、その収集したデータのこれを、全体像を把握し、そのための一つが相対度数表、度数分布表で、もう一つがヒストグラム、ね、この2つを使ってまずデータの全体像をつかんでいることだね。でそれは社会生活していく上で、例えば選挙とかね、いうものを当選、当選確実ですと、そういうのが出たりする。あれは全てこのデータをもとに当選確実を出してる。でいろんな、じゃあどういうふうにしてそれ出していくのかなということについては、高校になったら、だから中学校の時はこのデータをどうやって整理して、でどうやって全体像をつかむのかということ。中1の時には特にそこ。だからそのための最初地ならしみたいなね。はい。そしてまず散らばりってあるんですよ。散らばりね。データがどのくらいバラバラなのか、それともある平均のあたりに全部集中してるのか、そのデータの散らばり具合、それを意味するもので、一つはまず大まかに最小値と最大値、これはもう言葉通りだったら分かるよね。あと範囲、これは最小値と最大値のこの差、この3つで今の段階では散らばりを考え、把握する。で、後々、ここからその散らばり具合を表すので、分散というのが出てきます。で、この分散というのを使うと、もっとはっきりとその散らばり具合を把握することができるんだけど、今の段階では一番大きい数と一番小さい数と、そして大きい数と小さい数の間の範囲ね。これで散らばり具合を考える。はい。そして次、度数分布表。たくさんのデータがあるやつを、これを、ここね、確認ワークのね、この表を見てくださいね。実際、データを集めるとこういう状態になってるわけね。でもこれ見てもよくわかんないね、はっきり言って。これでは、ただ並べてあるだけで、データの様子がつかめない。で、つかめないからどうするかというと、この横に書いてあるような、こういうね、度数分布表。これを作っていくんですね。はい、それがここの度数分布表ね。で、まず、階級、データを分けていくために階級というものを作ります。小分けしていきます。10から15、15から20、20から25、25から30キログラムね。1年生女子の握力。で、階級の幅は、この場合は何キログラム？ 10 から15。15-10。そう、5キログラムね。で、度数というのが、ここに書いてある。ここでは人数だよね。1人、5人、8人、6人と。こういうのを度数というんです。で、それらで整理してるんですね。はい。で、横に累積度数ってあるけど、はい、この6ってどっから出てきたもの？この1と5を足して6になったわけね。どんどん集めていくわけ。だから、終わりになればなるほど数大きくなって、最終的には度数全体の20にということね。だから14というのは、今まで集めた6と、さらに次の20から25の8を足したら14。14と6を足して20。そんな感じになって。はい。それで、ただ、これでも、なんとなく整理されて、なんとなく分かったんだけど、もっと分かりやすくしたい。で、グラフを使うと。グラフっていうのは何が違うかというと、
ここの縦が、で、縦が、これが度数にしてるわけね。そうすると、度数の大きさが一目で高さとして表現できる。ね。視覚的に分かりやすくなる。だからこのヒストグラムというのはいい、この度数分布表よりもさらに視覚的に分かりやすくということね。はい。で、度数の階級の幅を横にして、度数の縦、度数を縦とする。そうするとこういう長方形がこう並んでいくわけね。縦が、この縦の長さが度数。横の幅が、これが階級の幅。ね。それでこう作っていきますね。で、さらに、ここの、長方形のてっぺんね。てっぺんのど真ん中ね。これをずっと結んで、最後の何もないところ、0から10のところは、0と10の間のところ、30と次の35の間のところ、真ん中ね、を結んで、こう、線でずっと作ると、一つの図形ができるわけね。これを度数分布多角形と言います。多角形って習ったよね。多角形というのは、曲線がない、直線で囲まれた図形、線分で囲まれた図形、これ、多角形と言いますね。その一種ですね。はい。で、これで大体の様子が把握できた。把握しやすい。で、じゃあ、このデータを一つの値で示そうとしたら、何を持ってくればいいのかというのが、この代表値というやつ。これ重要だから。で、代表値には3つあるんです。平均値と、これはわかるよね。中央値と最頻値と。平均値って、いわゆる平均ですね。じゃあ、これね、これの度数分布上に出てる、これの平均どうやって求めるの？この時に、ちょっと気になるのは、1人ってあるけど、1人は10から15で、どれかわからないでしょと。15から20、5人なんだけど、その5人は15から20バラバラに入ってて、どれかわからないでしょうと。8人も、この20から25バラバラに入っててわからないでしょうと。で、どうするかというと、この階級に幅がある場合は、このど真ん中、つまり階級の幅のその平均だよね。平均を取って、それを度数にかけていく。平均を出すとね。だから、この場合だったら、12.5×1、17.5×5、22.5×8、27.5×6、それを全部合計して、それを人数20で割ったら平均ということね。はい。で、それ平均値ですね。で、中央値。テストによく出るのは、この中央値です。これが一番よく出る。ど真ん中。ど真ん中。どうやってど真ん中を出す？ど真ん中ってどうやって出す？例えばこのね、確認。ど真ん中。例えば数が少ない。これ14人で。14の真ん中、7なの ?8 なの？ 7.5 番なんてないよ。14の真ん中って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。1から7までが何？ 8 から14までが何？じゃあ、ど真ん中って何？奇数の場合は分かりやすい。何人だったら、1、2、3、4。4番目ね。4番目を中央値として持ってきた。小さい順に並べてね。で、じゃあ14人という偶数の場合はどうするの？これは平均を取るんです。何の平均かというと、7番目と8番目の値が出てくるでしょ？例えば、7番目が、例えばね、158でね。8番目が160だった。じゃあ、その時の中央値はって言ったら、158と160を足して2で割ったら159になる。ね。ちょっとね、中央値また出てくると思いますけれども、そうやって奇数の場合と偶数の場合では、求め方が違うからね。はい。最頻値。これは一番たくさん
回数出てきてるやつだよね。それを最頻値という。はい。で、先ほども言いましたけれども、平均を、こういう、階級に幅があるやつの平均を求めるときに、ど真ん中を取ると言いますよね。この例えば20から25だったら 22.5 というの。で、この 22.5 というのを20から25の階級値と言います。階級の真ん中の値ね。いい？はい。言葉をちょっと覚えておかないといけないね。そして相対度数。ズバリ相対度数は割合です。割合の場合、全体はいくらにするんでした？全体の割合はいくらにする？これはね、1。全体を1にするんですね。だから、相対度数が、例えばこれね、5というのがあるじゃない？これ全体の中でどのくらいの割合ですかということ。で、どうやって出すかというと、ここの式見て。相対度数というのは、度数の合計分の各階級の度数。だからこの場合は、20、これが度数の合計ね。分の5。これ5ね。つまり、訳すと4分の1。で、普通、この、データの処理の場合の相対度数は分数で表現しなくて小数で表現します。だから4分の1、これを小数に直すのはどうやって小数に直す？そう。どういうふうにした？何割る何？そう、1割る4だ。1割る4で 0.25 と。こういうふうにするということね。はい。累積相対度数っていうのは、例えば、これね、ここね、1と5で6でしょ？これを相対度数にすると、20分の6、累積されてるでしょ？累積度数ね。累積度数を全体で割ったら、累積相対度数というのは、これは0.3だよね。だから、ここの累積度数は 0.3 となる。じゃあ14は、これは14割る20ね。だから 0.7 というふうに出てくる。いいですか？はい。それでは、ちょっと、ここの、まず、例題ね。例題を見てみる。150から155。こちらを数えてもいいね。こちらを数えると150から155。で、ここで未満と以上があるけど、未満は、例えば150から150以上155未満といったとき、155は入りますか入りませんか？そうね、入らないんだね。で、150以上といった場合は150が入る。じゃあ、150から155いくらかなって、1つ、2つ、3つ、4つ。4だ。ただ今こうやって出したけど、他の出し方は何かある？今数え上げた。ここの累積度数を見てごらん。累積度数がここ、の横6になってるね。ということは、2とを足したら6でないといい。だから、6-2で4を求める。ということを持つ。ね。はい。じゃあ次、い。その考えでやると、いは、これはいくらになる？ 6 足す、そう。6足す5で11ということですね。いいですか？で、あと、ちょっとここ面白いね。ちゃんとここ14になってるよね。ということは、ここも14だね。累積度数の一番最後は全体の度数にならないといけないので、ここは14だったら、ここ14。こんな感じで計算できますね。はい。じゃあ、ここの隣の角切りのワーク1をちょっとやってみて。できた？まだ数えて書き込んでね、度数ね。数えるときに、できるだけ記号を入れて数えたりね。例えば一番最初の、20から25、20から25、ここに1つだけあるから、これを一番最初ので1とかね。
書いて、1、1。で、25から30というのを、次、2番目だから2って書いて、25から3で、25から3、2か。2だね。そしたら累積度数は1たす2で3だね。こんな感じね。で、次、30から35。3って書いて、30から30。今度は1、2、3、4、5、7個だ。だから3たす7で累積度数は10だ。で、35から40。今度は4番目だから4って書いて、4、4、4、4、4、4。だから1、2、3、4、5、6か。6。だから16。で、次5番目だから5と書く。40から40。5、5、5、5、5。今度だったね。だから、1、2、3、4、5。ここね。それ5たす16で21。で、45から50。6。で、最後は、これ、どんどん少なくなるので、まあこれ消していってもいいからね、こうやってともう終わったやつをね、どんどん消しておくと、そっちの方が分かりやすいから、全部消す。そうすると、45から50は6、6、あ、この2つか。6、6、3つやね。6、6、6で3つやね。で、24。で、最後、50から51。これ消して、51だけか。だから1だね。で、25。こんな感じだね。はい。2番の階級の幅はどれだけですか？はい、5kg 正解。度数が最も多いのはどの階級ですか？そう。30以上35未満ですね。なあで1番。はい、よろしい。じゃあ次行きましょう。はい、次2番。じゃあ、これは、2番のこの問題からいこうかね。125から150。だから、こんな感じでね、長方形を作る。150から175、4。だから、まずてっぺんを書いてるね。こうやってね。で、あとは、長方形。175から200。てっぺんを回す。で、長方。はい、そんな感じでちょっと、2番の問題をやってみてください。最頻値は、じゃあ2番でいいや。2番の最頻値は、うん。でね、答えるときに、階級値で答えてくる。ちょうど真ん中のあたりね、200から225の。そう。212.5。正解ですね。はい、じゃあ次3番。記録が200センチ以上の生徒は何人か。そう、18人。正解。はい、割合は、はい、正解。はい。どんどんできてるね。調子いいです。では次の、これね、3番いきましょう。3。あいうえおに当てはまる数を言いなさい。相対度数。あは、計算の仕方は25分の6だね。25分の6。だから、あは25分の6で計算すると 0.24。これが相対度数ね。はい。いは、これは累積相対度数も累積度数と同じように計算しますね。どうするかというと、0.36 と 0.36 を足したのがここになると。だから 0.72 になります。はい。じゃあ、このうだね。これ2つの方法で求められる。1つは、3と6と9と3とうを足したら25でしょ。全部でね。だから25から3たす6たす9たす3を引けば出てる。まあ4だ。4と出てる。あるいは、もう一つのやり方は、ここのね、うにしとくと、25分のうが 0.16 でないといけない。0.16 っていうのはこれのことね。25分のう、これは相対度数の求め方でしょ。全体分のその着目する、階級の度数ね。25分のうが 0.16。じゃあ、うを求めるのはどうやったら求まりますか？
ここから求めようとすると。そう、その通り。25×0.16 です。ね、逆算で求めます。そうすると、4。これでもいい。はい。じゃあ、そうすると、A は何足す何？はい、その通り。0.88。で、最後、これはそう、その通り。いいですね。記録の平均値を求めなさい。これめんどくさいね。まあ、後で見てみて。はい。ちょっと求め方は、この階級値のど真ん中、6×3 足す、8と12のど真ん中は10。10× 度数6足す、12と16のど真ん中は14。だから 14×9 足す、は4だから、18×4 足す、これ22だから 22×3。これを全部合計したやつを25で。めんどくさいね、これ。これを計算して。計算のまずやり方だけね。階級値かける度数ね。それを全部の階級に関してやる。それを合計する。で、それを人数で割る。ね。そんな感じでも。はい、それでは、次の練習のワーク A のところをちょっとやってみてください。練習ワーク A の一覧、ちょっと演習時間にします。ヒストグラムは書かなくていい。では計算して。最後挨拶してもらう。ありがとうございました。はい。というわけで、中1、中2判定数学のご紹介でした。この講座最初の2回は完全無料にしました。同時に1ヶ月の仮受講制度も普通に使えますので、ちょっとでも気になった方はね、ぜひ教室に来ていただいてお試しいただければなと思います。中1の第1回目の授業は4月10日の午後6時半から7時半。中2の第1回目の授業は同じく4月10日の午後7時半から8時半です。はい。ということで、皆さんが来るのを楽しみに、教室でお待ちしております。今日は最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。